おお、眩しい。そこそこ天気いいですね。はい、朝ごはんです。ご飯と味噌汁とモーニングサーブ。今日はエチオピアにします。このコーヒーグラインダーなんですけど、これ家族からもらったやつというか、一人暮らしするときに実家から持ってきたやつで、もう何年前のやつかわかんない。ナショナルですからね。今はパナソニックになってますが、まだナショナルの時代のやつっていうことで多分20年ぐらいは経ってると思うんですけれども、これ、コーヒー、ここに刃がついてて、で、直接コーヒー豆入れて、この蓋をして、この空間内だけでコーヒー豆を砕くっていう仕組みなんですけれども、これだと均一に豆が引けないんですよね。この前粗めに豆を引こうと思って、目視で粗めに引いたらコーヒー入れてる時に全然引けてない豆があって、なんならコーヒー豆の全然引けてない丸い状態であったりして、全然コーヒーの味が出なかったんですよ。この仕組み、普通のミキサーとかだったらいいんですけれども、コーヒーのグラインダーの場合は、この仕組みだと、すべての豆を均一に均一な粗さに引くことができないんですよね。なので、なんて言うんでしょうね。グラインダーの上の部分に豆を入れて、下に落ちていくみたいな、鉛筆削りみたいな感じの仕組みのグラインダーの方が、均一な粗さに引けるんですよ。だからそういうグラインダーが欲しいです。豆がずっとここに留まってるっていうのがいけないんですよ。ちょうどいい粗さになった豆も、まだ引けてない豆も同じ空間に混在してるので、均一な粗さに引けないんですよ。なんですが、さっき説明した仕組みの、グラインダーだと、引かれた豆はどんどん下に落ちてっちゃうので、刃の上には、砕けて、引けてない豆が残るわけなので、もう下に落ちた豆は完全に均一な粗さで引かれてるというような状態になるので、ミルを新調しようか迷っております。あと、そういうタイプのミルだと、鉛筆削りとかをね、想像してもらうとお分かりいただけると思うんですけれども、引き出しみたいになってて、カポって取り外せるんですよ。引かれた状態の豆が入ってるところが取り外せて、で、そのままドリッパーに入れられるという感じなんですが、もうこれ、なんて言うんでしょうね。めちゃくちゃ豆がこぼれるんですよね。見ていただいたらわかると思うんですけれども。豆がすごいこぼれて汚くなるんですよ。で、このグラインダー本体を持ち上げて豆を落としたりとかそういう作業が必要なので、こっちの棚に収納してるんですけど、ここまで持ってきて電源つないで、あれなんですよね。本当はこの家電を置いてるスペースにこのグラインダーを並べてここで使いたいんですけれども、それやるとめちゃくちゃ汚くなるし、使い勝手が悪いので、そういう意味でもやっぱりちゃんとしたコーヒーのグラインダーが欲しいです。これめんどくさいんですよね。この豆をひく作業っていうのがなんかめんどくさくて、なんか豆からコーヒーを入れるっていうハードルが上がっちゃって、だから最近粉でやってるんですよね。グラインダーを新調して、あと、コーヒーメーカーも欲しいんですよね。今日とかはいいんですけど、忙しい朝とかにわざわざこの手動のドリッパーを取り出してやるのがちょっとめんどくさいので、シンプルな機能のやつでいいんですよ。グラインダーは別になってていいので、ドリップしてくれるだけの、コーヒーメーカーですね。で、あと、保温してくれるのがいいんですよ。これ、保温できないので、だいたい自分はコーヒーを一度に2杯分入れるんですけれども、2杯目が冷たくなって、電子レンジで温めたりしてるんですよ。なので、その保温してくれる機能があるものが欲しいんですよ。電子レンジでやるとやっぱりね、風味が落ちちゃうので、保温しといてほしいんですよ。なので、ちょっと、このコーヒー周りの環境の見直しをちょっと考えております。ちょっと細かく引きすぎましたね。全然お湯が落ちていかない。引けてない豆がないか確認しながら引いてるうちに、粗めにしようと思ってもどうしても細かくなっちゃうんですよね。粗めに引くっていうことが、グラインダーだとかなり難易度高いんですよ。
さていただきます。うん、うまい。うまいです。かなり色が薄めに出るんですよね、このコーヒー豆。めちゃくちゃ綺麗な色してます。この時期イチョウが綺麗すぎますね。見頃です。今日は午前中は、9時半ぐらいに少しゆっくりめに起きて家の掃除したり作業したりして、今1時とか12時半くらいですね、外に出てきました。駅前に来たんですが、今日暖かいんですよね。今の気温18度です。最近ね、もう本当に朝とかは1桁台は当たり前で、昼もね上がっても12、3度だったんですけど、18度ってことで外出てきてめちゃくちゃあったかって思いましたね。最近にしてはめちゃくちゃ暖かいです。今日は祝日なんですよね。なんだっけ、勤労感謝の日だっけかな。で、祝日で、それを昨日の夕方ぐらいに友人に聞いて初めて知って、それを友人から聞かなかったら今頃学校行ってたんですけど、危なかったです。ということで、いきなり休みということが分かってテンションが上がってるんですけれども、駅前に来て、これ見ての通りイチョウがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。朝とか歩ってて、これちょっと綺麗だからフォトウォークとかしたいなと思ってたんですけれども、なかなか時間がなかったんですが、今日は休みということで、ちょっとこの駅前というかここら辺のエリアでフォトウォークをしようかなと思います。もうなんかね、カメラとか持ち出すのめんどくさいので iPhone で撮ろうと思ってるんですけど、ちょっと写真撮りながら散歩でもしようかなと思います。やっぱ一眼レフのカメラでかくてでかいし重いし、そして動画性能があんま良くないので YouTube のカメラとしては使ってないんですよね。なのでわざわざその写真のために持ち出すのもなっていう感じもあるので、なかなか持ち出す頻度が低いんですけど、もっと動画も一緒に撮れるようなカメラであればいいんですけれども、あれ手ブレ補正とかも微妙だしフル HD までしか出ないんですよね。なので、あとでかいし重いっていうのがね、ミラーレス一眼とかだったらいいんですけど、サイズになってくるとなかなか持ち出すのが億劫になってきます。いやー、めっちゃ綺麗ですよね。やっぱ祝日とだけあって人多いですね。そこそこ人が多いです。西公園のところまで来ました。めちゃくちゃ綺麗ですね。どこも紅葉が綺麗です。うわ、あっちの方とかめちゃくちゃ綺麗。西公園の方を通って定禅寺通りまで来ましたが、こっちはなんかもう結構葉っぱが落ちてますね。でもこれはこれで綺麗かもしれないですね。あれかな、あれですね、多分光のページェントのイルミネーションの準備をしてるのかな。もうあれですね、 LED の電球が取り付けられて、この今電気の設定かなんかをやってますね。よく見たらこれすごいですね。木に一個一個この電気の専門知識がないんで何ていうか分かんないですけど、制御するボックスみたいなのが一個一個ついてるんですね。かなり手間がかかってるんですよね、イルミネーション。すごいな。さすがいろんなところから人が来るわけですね。このアップル純正のイヤーポッツ、エアーポッツじゃなくてイヤーポッツ、これね、こういうスタイルの
フォトウォークとかの時にめちゃくちゃ最強なんですよね。音楽とか聴きながらフォトウォークできますし、こうやって動画とか撮りながらやる時ってここにマイクがついてるので、そのまま動画用のマイクとして使えて、結構街中のうるさいところでもしっかり声取ってくれるんですよね。だからそういうのがこのイヤホンで完結できるのでめちゃくちゃ便利です。 AirPods だとね、通話の時だと AirPods のマイク使えるんですが、動画撮影の時はあれ使えないんですよね。動画撮影の時はこの有線のイヤーポッツじゃないと音取れないんですよ。なんでこれめちゃくちゃ便利。その代わりね、環境音とか取りたい時はiPhone からこれ外さないといけないですけど、めちゃくちゃ便利です。やっぱりいくらワイヤレスイヤホンが普及しようと有線イヤホンは手放せないんですよね。動画編集とかのモニターとかする時は絶対有線イヤホン派なんですよね。江東台公園まで来ましたが、なんか立ってますね、屋台的なのが。これ何なんだろう。なんかお祭りをやるんですかね。結構立派な屋台ですけど、何なんだろう。すごいおしゃれ。すごい、あれスケートリンクですね。毎回光のページェントのイベントの時に江東台公園にここに設置されてますが、準備されています。すごっ。でも屋台の形はこんな感じだったかな。今年からなんですかね。なんかすごいこの立派な屋台が、でもこんな感じだったような気もするな。あれですね、完全に光のページェントの準備が始まってます。もうあれなんですよね、結構11月の終わりくらいから多分去年はイルミネーション始まったと思うんですけど、いつからだろうな。ちょっと調べてみよう。すごいスケートリンク。この駅側の仙台駅側の江東台公園に来ました。ここがね、通るたびに綺麗だなと思ってて、紅葉かなり綺麗じゃないですか。こちらもなんかいろいろ準備が始まってますね。あれなんかコンサートとかのステージを作る時の骨組みですよね。そういうのを作るのかな。いいですね。ていうかね、もうカメラを一眼レフを持ち出すのが億劫だっていうのは、カメラが重くてでかいっていうのもあるんですが、完全にカメラが悪いわけではなくて、もう iPhone とかの性能が良すぎるんですよね。もう普通にパッと見違いがわからないわけではないかもしれないんですが、もう結構性能が一眼レフに追いついてきちゃってるんですよ、 iPhone も。暗所性能とかはまだまだですけど、かなり iPhone もiPhone の性能が高すぎて、本来ならばすごい性能がいいはずの一眼レフでさえ劣って見えてしまうっていうような感じだと思うんですよね。まだこれ iPhone って結構まだまだで、Galaxy とかだともう本当にもっと画質いいんですよ、 iPhone とかより。だからもう本当に最近のスマホのカメラ性能がすごすぎて、一眼レフのなんて言うんでしょうね、よっぽど性能の高い、もう本当に20万30万するようなカメラじゃないと、よほど性能が高いカメラじゃないとなんて言うんでしょうね、 iPhone でいいやってなっちゃうと思うんですよね。なので本当にカメラで撮るんだったら iPhone よりエントリークラスの一眼レフとかだと、もうほぼ iPhone とかと同じような画質になってきちゃってるんで、もう相当フラグシップのモデルのものを買わないといけないような気もしますけど、でもね、ちゃんと使いこなせばやっぱりその一眼レフ、やっぱり中身は全然違うので違いは出せると思うんですけど、そこまでの技術は自分にはないですしっていうようなことで、でもやっぱそして手軽なんですよね。 iPhone ってポケットにも入るし 200g ぐらいしかないので、やっぱ手軽さは一眼レフは超えられないと思いますよ。綺麗ですね。さてフォトウォーク再開です。すごい、こんなところに軽食屋があったんですね。へえいいですね。
小腹空いた時に良さそうです。うわ、アーケードめっちゃ人多い。うわ、ここめんどくさいんですよね。あそこの道路、横断歩道がなくて歩道橋しかないんですが、歩道橋にスロープがないので自転車上げらんないから迂回してこないといけないっていう、ここを渡らないといけないんですよ。ここ勾配が少ないだけいいですけど、そう、そこの歩道橋、あそこの歩道橋がスロープがないから自転車上げらんないので、わざわざ迂回しないといけないっていう。いや、紅葉がめちゃくちゃ綺麗です。いいですね。IKEA に来たらとんでもなく混んでますね。でもなんか意外とレストランの席は空きがありそう。1階とか2階の売り場はめちゃくちゃ混んでるんですけど、意外にも座るとこある。席はだいぶ空いていて、ほら結構ね、全然売り場はめっちゃ混んでるんだけど、レストランは空いてるんですが、食べ物が少なかったですね。やっぱり昼はめっちゃ混んでたんですかね。本当はあれ以外にもいろいろ撮りたかったんだけど、あまり品数がありませんでした。結局2時間ぐらいゆっくりしたり作業したりもしてて快適でした。今日は特に買い物はないのでマーケットホールは見ないかな。ショールーム見て帰ろう。ショールームを少しだけ見て帰ります。今日は特に買うものはないのでショールームだけ見てきました。帰ります。現在時刻6時半です。今日は祝日なので8時まで営業してるみたいですね。本当はですね、今日1階のそこら辺にある軽食コーナーで食べたかったんですけれども、来た時にあまりにも混みすぎてて断念しました。でも上のレストランが空いててくれたのが
良かったです。今日1万4000歩も歩ってます。最近1日1万歩歩くように意識して、学校終わった後とかも駅前とかを1万歩になるまでふらついたりしてるんですけれども、今日は結構歩きましたね。11キロも歩ったんだ。すごっ。なんか濡れてますね。雨は絶対に降ってないはずなので、多分気温差の問題ですかね。昼間18度あって今12度になったんで、6度下がって、気温差のせいで結露ができてるんですかね。いや、かなりね、気温差が朝と昼と夜ですごいので、37分、走行距離が約8キロ、こんな感じです。今日結構動きましたね。さて、夕飯はカレーです。これ食べてます。